南アメリカ大陸の南東部に位置する小さな国。植民地からの独立の後、スイスを模範にとった福祉国家の建設を目指し、いち早く民主化の効果を上げたことから、南米のスイスとも呼ばれましたが、工業化の遅れによる経済停滞が続き、一時期は軍事政権が支配。その後、2005年に左派のバスケス氏が大統領になると、教育や社会福祉、貧困問題への多額の投資を行うようになり、現在も再生可能エネルギーや観光業、同性婚合法化など潮流に乗った改革を打ち出しながら順調に経済発展しているウルグアイ。日本人にとってあまり馴染みのない国の実態に迫りたいと思います。はい、ということで無事に着きました。ウルグアイの首都モンテビデオでございます。いや、無事にね、日が暮れないうちに着けたのはでかかったかな。予定よりもね、1時間遅い、5時過ぎ、5時15分に到着したんですけれども、まだね、全然歩けるかなと思うので、これからですね、18番道路と呼ばれる、市内にですね、一本道に歩けるだいたい30分ぐらいの道路がここら辺からあるらしいんで、それに歩いてね、街を観光しながら、市内に向かいたいと思います。どっから出るんだこれ。ちなみにバスのターミナルの中はこんな感じになっていますね。明日もね、こっから、コロニア・デル・サクラメントと呼ばれる世界遺産のところに行くんで、ここは多分使うと思うんですけど、明日はここで多分チケットを買ってって感じかな。あ、これかな。コロニアに行く便なんで、明日はこれに乗ろうかと思います。時間だけ見ておきます。あんま分かんないな。これからの時間しかないと思うんですけど、コットバスっていうのにね乗るといいって書いてあって、僕はね11時30分の便があるっていう風に聞いたんで、それに乗ろうかと思っています。カトリックの、国家っぽいですね。目の前に巨大な十字架が立ってますし、やっぱりヨーロッパの影響は少なくとも受けてるんじゃないかな。ほら感じで結構フレンドリー。ちょっとね、なんて言ってるか分かんないから、会話をすることはできないんですけど、本当にこういう時にスペイン語ができたらめっちゃ楽しいんだろうなって思います。今回訪れているウルグアイの首都であるモンテビデオは、スペインの南アメリカにおける重要な港湾都市であり、18世紀にはブラジル側から攻め込んできたポルトガルと領土争いになったこともあるそうです。な感じで、なんかいろいろ服とかニットとか売ってますね。やっぱ寒い防寒着みたいな感じのが売ってるのと、その奥にあるのは、これは何だろう。結構ね、いろんな場所に像があるイメージですけど、うわ、あの犬とかちょっと怖いな。ラベレハって感じか。結構犬が放し飼いされてるイメージあるんだけど、ちょっと怖いな。僕狂犬病ワクチン打ってないし、そもそも病気になるのは結構怖いんで、あんまり犬には近づかないようにしてるんですけど、こんな感じで、あそこに見えるのが多分議会なんですけど、ものすごい警察が防弾盾みたいなのを置きながら構えてて、ちょっと撮りたかったけど、あまりにも競争が怖くて撮れんかった。そうですね、歩いていてちょっと思うのは、僕ここに来る前まではアルゼンチンの方がね、政治とか経済とかが結構やばくて、どちらかというと、貧困層というか、ちょっとね治安が悪いイメージはあったんですけど、ブエノスアイレスとここモンテビデオを比較してみると、モンテビデオの方が路上生活者が多そうだなっていう印象を受けますね。なんか歩いていて、やっぱりお金をせがんでくる人とかは一定数いるって感じで、ブエノスアイレスの時はそんなに見かけなかったんで、
なんかちょっとあれっていう感じがしてます。僕の中ではウルグアイ人が通貨が暴落したアルゼンチンにいろんなものを買いに行くっていう記事をどっかで読んで、ウルグアイは結構経済が安定していて、みんながね比較的、貧困層から離れた普通の中間層としての生活を送っているのかなって思ってたんですけど、どうやらそんなことでもないかもしれません。それはね、僕はまだ首都しか見てないんで分かんないですけども、少なくともモンテビデオとブエノスアイレスを比較するとそんな感じだなっていうふうに思いましたね。そろそろですね、このモンテビデオの中心地に着くはずです。向こうのね奥に見える建物が結構この土地のランドマークみたいになってるはずなので、そろそろね真ん中に着くんじゃないかなと思います。もうね時刻は6時を回ってきてて、もうほぼ日が暮れそうな時間なので、ちょっと早足で、レストランなりホステルなりをね、見つけに行きたいと思います。ブエノスアイレスにもねこういう独立を記念した像っていうのはあったんですけど、ほら、いやすごいな。やっぱりここに来るとちょっと神聖な空気というか穏やかなね感じがします。みんなのどかに過ごしてんなって感じで、いや綺麗やな。これも多分ちょっと完全には調べてないですけど、多分これも独立をね仕切った英雄なんだと思います。はい、ということで今日泊まるホステルを見つけました。こちらですね。こちら入っていきたいと思います。ボタンかな、また。この日の夜はですね、ホステルでパナマ在住の日本人と遭遇しまして、まさかね地球の裏側でって感じなんですけども、一緒にねミラネッサと呼ばれる、ウルグアイの中でも有名な牛肉のねカツレツを食べました。話はねめちゃくちゃ盛り上がったんですけど、残念ながらその動画はちょっとないです。でね、帰りにはですね、教育関連のデモを若い人たちがやっていて更新って感じでね、初めて見たんで僕はびっくりしましたね。そんな感じの1日目の夜でした。はい、ということでおはようございます。ログ3でございます。いやー、今ね現状時刻8時で、昨日はですね本当に日本人の方と交流できて、もう4時間5時間ぐらい喋ってね、いろんな南米のことを教えてもらって、これからのねプランとかも一緒に考えていただいたんですけれども、今はね、朝食を食べに、これからモンテビデオの、中心地というかですね、旧市街地の、いわゆるモンテビデオの観光地といったらここでしょっていう場所に向かいたいと思います。はい、ということでモンテビデオのね先端の方に着いたんですけども、こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗。ここをちょっと登っていきたいと思います。うわーお、これやばいなマジで。めちゃくちゃ気持ちいいっすわ。すごい大砲とか置いてあるし、あれ何、太陽に向かって撃つような大砲が置いてありますけどね、ちょっと怖そうやけど。ウルグアイもね目の前にコンテナみたいなのが広がってますね。やっぱり貿易っていうか輸入輸出とか多分結構栄えてるっていうか中継ポイントであることは昔から変わってないんだろうなっていうイメージはありますね。無事にね、朝ごはんも食べて、結構いい値段はしたんですけどね、やっぱりここでびっくりするのは税の高さっていうか、食事に対してねだいたい 20% ぐらいの税がつくんかなっていう感じなんですけども、海外からのね観光客に関してはカードで払うと7から 8% それに引かれて帰ってくるってことで、結局税はね、外国人から見たら13とか 12% ぐらいなんかなって思いますね。
軽減税率はまた違いますけど、外国人税率みたいな感じになってるのかなと思います。それでも2500円ぐらいしましたけどね。コロニア・デル・サクラメントにね、向かいたいと思います。コロニアまではね、モンテビデオからだいたいバスで2時間半とか3時間ぐらいで着いて、そこのバスターミナルからこの大通りをですね、ずっとまっすぐ一直線に歩いて着くということで、比較的アクセスはしやすい、世界遺産なのかなというふうに思います。結構ね、ブエノスアイレスから日帰りで、旅行しに来るみたいな人も多いようで、多分東京の人からすると、東京からなんか静岡のね、爽やかハンバーグのチェーン店に行くみたいな、イメージなんだと思います。ようやくね、それらしき場所に着きました。ここがね、コロニア・デル・サクラメントということで、いや疲れた。いろいろ本当に回ってたけど、ここに来ると確かにね、お店とかも増えたりとか、ああいうね、上に国旗じゃないですけど、布がかかってたりとか、完全に石畳の道路って感じで、これが世界遺産の一つございますという感じですね。いや、ほんと喉乾いたし、なんか歩きながらコーラでも飲みたい気分だ。ラ・アンティグア・コロニア・デル・サクラメントということで、ようやくですね、この町がコロニアということで着きましたね。うわー、めちゃくちゃ綺麗だわ。これはすごい。うわー、なんか正直ね、最初の石畳歩いてた時は、あれこんなもんかと思ってたけど、これはすごいな。結構バックパッカーみたいな人も歩いてるイメージがありますね。ここか。これはめちゃくちゃ綺麗だわ。確かに。こんな感じで海は広がってるんですけど、めちゃくちゃ汚い。南米の海に共通して言えるのはめっちゃ汚いし黒いってことです。青い海はちょっと想像できないかもしれない。こことかめちゃくちゃ綺麗やな。なんか海がこれでね、青かったらすごい気持ちいいんだろうなって感じですけど、なんか最後の最後でちょっと残念というか、黒いし、ちょっとなんか海の塩っぽい匂いとなんかゴミみたいな匂いが混ざってて、変な匂いがちょっとするしって感じで、そこだけはちょっとねあれって感じなんですけど、街自体はもうめちゃくちゃ綺麗ですね。近くにドローン飛ばしてる人がいます。おもろ。ここドローンは気持ちいいな、めちゃくちゃ。はい、ということでですね、僕は無事にフェリー乗り場に着いて、こんな感じでチケットもゲットすることができたんで、これからブエノスアイレスに帰りたいと思います。もうウルグアイに対して思うことは、やっぱり穏やかなね、街かなっていうのは非常に思いますね。アルゼンチンに比べてちょっとね、人とのつながりっていうか、その親しみやすさっていうのは薄くなるかもしれませんけども、過ごしやすさ、都市の過ごしやすさとか、そういうことに関して、その環境に関してはすごいね、過ごしやすい、住みやすいなというイメージが強いかなと思います。特にね、モンテビデオに関しては本当にね、一泊しかできなかったことをかなり後悔するレベルで、もうちょっといなかったなっていう感じはしますね。コロニアはね、もともと 2,3 時間ぐらいで十分っていう風に書いてあったんですけど、1時間ぐらいでね、あれば歩くことはできるかなっていう感じだと思います。僕もね、最初迷って1時間ぐらい溶かしたんで、結局2時間で帰ってきたんですけども、大満足って感じで、もしね、コロニアにあるそのカフェとかに入りたいなら、もうちょっと余裕を見といた方がいいかなって感じですけど、ベノスアイレスから日帰りで来る人が多いっていうのを納得って感じだと思います。
帰ったらね、あと2日間、ブエノスアイレスにいることになるんで、そこのね、旅はちょっとまだ何をしようかっていうのは考えてないですけど、とりあえずワインを飲んだりね、アルゼンチンのダンスショーかなんかを見ようかなというふうに思っています。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ログ3でした。アディオス。